パーソナルトレーナーのゆうじです。パーソナルトレーニングのお申し込み、お問い合わせは概要欄のメールからお願いします。僕はね、男の人もお尻を上げた方がね、絶対かっこいいと思うんですね。お尻が上がった男はね、絶対かっこいいと女性は思うんですよ。そう思った女性の人、ぜひね、コメントをください。結構ね、このお尻が上がってるか、あるいはぺちゃんと潰れてるかっていうのは男にとってもすごく重要な問題だと思います。それは大胸筋が盛り上がってるのと僕は同じぐらい男のセクシーさを醸し出すには大事なことだと思っていますね。ぜひね、男の人もお尻を半円に盛り上げるような、そんな感じの大臀筋を作ってみてください。で、そこで今回はブルガリアンスクワットをやっていきますが、ただこのブルガリアンスクワットをやっていて、なんかお尻に効かない、お尻に効いてる感じがわからないという人がいます。僕自身、ブルガリアンスクワットをやってる最中は足がきついです。やってる最中は、足がきついなと思います。だけれども、翌日筋肉痛になるのはお尻なんですよ。ここの違いですね。やってる最中の感覚もね、もちろんね、大胸筋だからやってる最中の感覚は大切ですよって言ってるんですけど、ただブルガリアンスクワットにおいては、やってる時には太ももきついです。だけれども、翌日僕はお尻が筋肉痛になります。もう全部筋肉痛になります。だからそういうようなブルガリアンスクワットをやってもらいたいんですね。もう本当にね、翌日お尻が筋肉痛になったっていう風に感じてもらいたくて、今日はね、そのお尻に効くブルガリアンスクワットのやり方というのをね、説明していきたいと思います。徹底的に細かく説明していきます。要はね、使い方だと思うんですよ。使い方次第でもっとね、お尻効かせられるようになるということですね。ただしゃがんで立ち上がるだけのものではないということですね。ちょっとね、注意を払えばそれは可能なので、最後までお話を聞いてください。で、ちなみに今日はね、今まで説明したこととはちょっとね、感覚とか使い方を変えてほしいところがありますので、その部分はね、ちょっとね、改訂版ということでね、少しリニューアルをしていきたいと思ってます。で、まずブルガリアンスクワットというと、必ず議題に上がるのが、お尻に効かせるなら、前かがみの方がいいんじゃないか。上半身垂直よりは、前かがみの方がお尻に効くんじゃないかという議論になるわけですね。これは通常ダンベルを持っている時によく言われることですが、確かにこの状態から、ね、ダンベルを持ってこういうふうに前かがみになっていくと、お尻の筋肉が伸びる状態になるので、お尻に効くよっていうふうになるんですけど、それは僕が言ってるこのワンレッグデッドリフトと同じなんですね。ただ、これをね、別な観点から考えてください。この前かがみになりながらと上半身垂直と何が違うかですね。ちょっとダンベルを置いて説明しますが、前かがみでやっている時には確かに大臀筋とハムストリングスでやっているという感じ。大腿四頭筋は入ってないです。上半身垂直でやっている時っていうのは、大臀筋と大腿四頭筋をかなり使ってる。もちろんハムストリングスも使ってる。ここに大きな違いがあるわけですね。で、これを違う観点から見てほしいというのは、胸の大胸筋の場合、フライというのは大胸筋だけを使っていく。二頭筋ちょっと使ってますけど、大胸筋だけを使っていく。ダンベルプレス、ベンチプレスというのは三頭筋も使っていく。じゃあこの場合、どっちの方が大胸筋が作られるかということですね。ものすごく立派な大胸筋を作っている人で、例えばボディービルダーとかフィジークの選手とか、僕もね結構一生懸命大胸筋やってますけれども、大胸筋がばっかり言われて盛り上がっている人が、フライだけでそこまで作り上げたかどうかですよ。おそらくほとんどの人がプレス系が8割、フライ系が2割ぐらい、みたいな感じだと思うんですね。じゃあそれなぜかですよ。プレス系の方が三頭筋も使いながら重い重さを扱っていける。三頭筋も使いながら上げてるんだけど、下ろす時には三頭筋をそんなに使わなければ大胸筋だけでグッとね、重い負荷を支えながらやっていけるっていうのがあるわけですね。フライの場合外に開くので少し軽めになりますよね。ストレッチ感はあるかもしれないですが、負荷が軽いということですよ。プレスとフライを同じ重さでやる人はいないと思います。フライの方は必ず3割、4割は軽いと思います。これがブルガリアンスクワットの場合、この状態でやれる重さと大腿四頭筋も使ってやれる重さというのは結構違うと思うんですね。じゃあ僕自身で言うと、今現在ブルガリアンスクワットは26キロ、26キロを持ってやってます。結構きついです。じゃあこれをその26キロ持ってこの状態でいけるかっていうと、ちょっと自信がないです。重すぎちゃってね。で、それをさっきの大胸筋のプレス種目と同じ感覚で考えていくと、上げるときには大腿四頭筋も使うけれども、下ろすときは大腿四頭筋がそんなに働かなくても、重い負荷を大臀筋にかけられるというふうになってくるわけですね。要は上半身を垂直にした方が、より重い負荷でできるということなんですよ。その方がお尻に効いてくるということね。なので僕はブルガリアンスクワットに関しては、ダンベルを持ってなかろうが持っていようが、上半身をとにかく垂直でやってほしい。できる限り上半身垂直っていうのをキープしながらやってください。で、ここで大切になってくるのが、このお腹のあり方なんですね。腹筋です。足なんだけどやっぱりね、体幹部分をしっかり固めなければいけない。で、今言ったように、前かがみでなく、前かがみというのは猫背もあれば、胸がこういう風になった、お腹の力が抜けたような前かがみはあるんですけども、そうではなくて、上半身垂直なままで、この
顔、胸が垂直な状態でやってほしいんですね。ただ、この時に上半身をこう起こしてっていうと、ここは起きてるんだけれども、お腹はこういう風に抜けてる人もいるということ。こういう感じじゃなくて、ここはこうなんですね。ここで胸と顔が上がってるんじゃなくて、骨盤の上あたりに上半身がある。という垂直でいってほしいんですね。ただこれをやってる時に、足がいっぱいいっぱい、胸を持ち上げようと思って、上げてるんだけれども、お腹にいまいち力が入ってない人もいる。一応まっすぐっていうか、まっすぐにしてるんだけども、お腹の力が抜けて腰が入ってるっていう感じもよくあるんですね。で、ここの感覚を少し変えてほしいです。単に締めるという感覚、なんかね、よく分かってない人もいるんですけど、最近ちょっとね、僕は違う言い方をするとうまくできるようになった人が多いです。で、その違う言い方、うまくできるようになる方法というのは、下ろした時にお腹と腰を真っ平らにぺったんこにするつもりでやってほしいんですよ。ここをお腹だけでなく腰から両方からぺったんこにしてお腹を薄くするようなイメージでやってほしいんですね。だからここ上げるだけっていうと結構抜けちゃう人が多い。で、その締めるっていうのがなんかよくわからない人も多い。なので、運動してる最中にお腹と腰、この幅がとにかく狭くなる、薄くなるような感覚でやってねっていうと結構ね、みんなうまくできるんですよ。これは今すぐ取り入れてください。結構ね、ここ大事な部分になってきます。その次にお尻を使う上で大事なのが膝になってきます。膝です。お尻に効かない人の大部分が膝が中に入っちゃってるんですね。膝が中に入ってる。で、膝が中に入ってるっていうのは、この大臀筋、中臀筋が伸びてる状態なんですよ。あんまり使ってないです。この大臀筋、中臀筋を締めるから膝が外に引っ張られるんですね。これをとにかく膝を中に入れないようにしてほしいです。だから鏡とかあるいは夜なら窓ガラスを見ればわかりますが、このお皿が絶対に正面になるようにやっていく。もうそれは目で確認しなければ自分の感覚でいくとまっすぐだと思ったのが結構入ってるので、お皿が正面を向いているということ。折りながらお皿が正面。もしくは膝の内側に壁を作って、この壁より中に入らないようにしていく。ということ。ここで調整していかなければ、この大臀筋、中臀筋は使えないですね。とにかく、お尻の感覚がわからない。翌日お尻が筋肉痛にならないという人は、結構膝が入ってます。ので、これを完璧に守っていってほしいです。つま先も正面。足の人差し指が正面向くということね。これが中に向いてると膝も中になっちゃう。あるいはつま先は外向いてるんだけど膝が正面という人もいます。そうでなくて、足の中指が正面、そしてお皿も正面。膝の内側に壁を作って、一切膝が入らないようにコントロールしていく。これをやっていくと、大臀筋をぐっと使ったまま上下運動していくので、かなりお尻に効いています。で、もう一つは骨盤ですね。この骨盤を水平に保てるかどうかというところです。なんとなくやってると、この中臀筋の力が抜けて、ぐーっと骨盤がこうなっちゃうんですよ。で、こう上がってくる。ぐーっと抜けて上がってくる。になるんですけど、これも中臀筋がカチッと締めてれば骨盤水平のままでいけるんですよ。骨盤水平。自分としてはこうちょっとこう上げてる上げるとこういう感じじゃないですか。この感覚を使いながらやっていかないとくにゅっと抜けちゃうということ。この中臀筋の力を抜きたくないので骨盤水平というのを意識しながらやっていく。これも目で見ていくか、手で骨盤に手を当ててこういうふうに下がってないかどうかを感じながらやっていくということですね。とにかく骨盤を水平に、で自分的なちょっと5ミリぐらい上げてるかなくらいな感じでやっていくと中臀筋に力入ってますので、これもしっかり固めたままやっていくとずっとここに力が入っているので、ブルガリアンスクワットでもかなり中臀筋を使っていくことができます。そして最初に言ったことなんですけれども、上半身を垂直に維持して動かしていくことで、上がるときには大腿四頭筋を使うかもしれないんですけども、降りるときにより大臀筋に集中していけば、大腿四頭筋をそんなに使わなくていけるという感じ。つまり下ろすとき、そして大臀筋が引き伸ばされるとき、ネガティブというのをしっかり使っていくんですね。上がる方にばっかり集中して、グッっていう風になるんじゃなくて、下ろす方でいかにお尻でブレーキをかけながらいけるか。下ろすときにブレーキをかけながらいけるか。というところなんですね。なので、もちろん押してる場所というのは、くるぶしの真下あたり。かかとっていうとちょっと後ろすぎちゃうんですけど、くるぶしの真下あたりを踏みしめながら、お尻でそのくるぶしの真下をぐっと押してる、抵抗してる。下ろすときにぐーっと耐えている、抵抗する。下ろすときに抵抗しているというイメージを描いて、下ろすときのスピードを上げないということね。このネガティブを使っていくことで、この上半身垂直の位置で大臀筋に負荷をかけていくということがうまくいけるんですね。あと一つですね。これは 70% 理論ってやつね。ちょっと大げさな名前になってますが、要は、下まで下げました。もちろんね、深い方が大臀筋はしっかり伸びるんで、しっかり落とした方がいいです。もうこれぐらい落とせるのは落とした方がいいです。その上で上がった時に 70% ぐらい。で、降りていくネガティブ 70%。ネガティブで効かせる 70%。という感じで、一番上まで立ち上がらない。この時っていうのは、
もう休憩してる。何もしてない。お尻も太ももも何もしてない状態。で、そこに入らない。で、ここまで上がってしまう人ほど、よろめいてよろめいてフラフラしちゃうんですね。これを上まで上がらないで 70%。かかとを踏んで 70%。この 70% までの範囲で繰り返していく。っていうふうにすると、グラグラすることがまずなくなります。グラグラすることがなければずっと大臀筋に負荷がかかったままなんですね。で、上まで行って休憩するっていうのがないので、ずっと大臀筋を使ったまま行ったり来たりできるということですね。そういうふうに大臀筋をとにかく休ませないということが大事なので、下から 70% までしか上がらないというね、そんな感じでやってみてください。あとはね、重さの問題ですけれども、重さは、もちろんね、深く下げることができる重さでやってほしいんですけども、丁寧にやるのもいいんですけども、実際大臀筋に効かせたい場合には、ある程度重くある必要があります。大臀筋ってめちゃめちゃでかいんですよ。ものすごいでかいんですよ。もうここと同じぐらい。上半身の筋肉が比にならないぐらい、ものすごく大きいんですね。なので、すごくパワーがあるので、軽いとやっぱり効かないですよ。一本足でやってても、それなりの負荷を与えなきゃいけないところなんですね。形を変えたければ。なので、9回やって10回終わった時に、置いて、ちょっと一回休もうか。20秒休もう。20秒休んで、じゃあ逆行こうか。みたいな感じね。そのぐらいの重さの感覚でやっていくと、ここまで伸びてきたお尻に効かせるっていうのが全部ね、うまく効いてきます。あまり軽すぎない方がいいということですね。そんな感じで今日説明したポイントをきっちり守っていくと、翌日大臀筋、筋肉痛になるブルガリアンスクワットに変えることができますので、もう一度ね、ちょっと頭から見直して、トレーニングフォームを整理して、次のトレーニングに活かしてやってみてください。お尻がかなり変わってくると思いますので、男も絶対お尻を上げていきましょう。もうこれで変わった人たくさんいます。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムやってますのでフォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。